じゃあ、始めましょうか、じゃあ。はいよ。はい。皆さん、お疲れ様です。はい。はいよ。どうですか、そこのホテルは。まあな。今日朝、うるさかって緊急地震速報。あ、どうでした、揺れました？まあ多少な、こっちは読んだって言うけど、あんまりそんなに地震した感じじゃなかった。想定班でほとんど気がつかなかったですが、下あ、で。今日、ピーピー鳴ってる音に馬が驚いてたっていう話だったけど。美穂はスタンド4階にいたら、もう横揺れですよね。ずーっとなんか横そ揺れしう。て、なんか、いや、あの時さ、たまたまピーピー鳴ってる時に、木村が美穂の誰かと話してたんだよ。ちょっと、あれ誰だ迷惑電話。迷惑電話。もしもし。ほら、迷惑電話です。俺よく出るから、こういうの。で、いや、出ない方がいいですよ、それは。いや、いいんだよ。いいよ。はい、何すんだよ。今週はですね、函館記念です。うん。まあ、毎年やっぱりちょっと天気とかで意外とあ馬場さがコロコロ変わるなっていあ、う印象を受けてるんですけど。そうだな。先週ずっと曇り雨、日曜日も雨結構降ったし、月火も降ってたんだけど、昨日追い切りで初めて晴れてな、朝。それで今日も晴れてんだよ。あ、週末どうですで、かね。いや、だから、ずーっと雨降ってた割には、昨日の本馬場とかなんとかで、俺はもう、まあ、やや重くかなんかにしてたもんだけど、もう水が浮いてる、水の気配っていうのは全くないんで、不良の重馬場の気配っていうのが。だからよく芝の体勢非常にいいと思うよ。見た目に、まあ多少な、もう2週使ったから内側の方はボコボコってしてるだろうけど、大丈夫なんじゃない？まあ週末、金曜か土曜か、ちょっと雨マークが入ってるけど、そっちはなんか台風の影響でわかんないらしいけど、こっちは、穏やかな週末だと思う。おそらく。ということは、両馬場での競馬になりますかね。両方だよ。うん。両方は。まあ、今まあ、週さ、はい。函館記念土曜日の青函千里のオープン特別と、で、そっち、ラジオ短波賞、今なんて言うんだっけ？ラジオ短波賞じゃないんだっけ？ラジオ日まあま経賞となってますが。はい。があるじゃん。はい。全部ハンデ戦じゃん。はい。だからもう、なんだハンデは、このハンデはっていうのばっかりでな。あ、そんな感じですか。うん、俺が思ってるのはね。うん。まそっちでサウンドなんとかって、まあ、斤量が、まあ、最初から使う気なかったかどうかわかんないけど、重たくてうんぬんっていう話もちょっと耳にしたけど、やっぱり、その1キロ2キロの斤量差っていうのはどこで差をつけてんのか。函館記念もそうだけど、うん。まあ、3台の重賞なんか、それしかハンデ戦ないから、ハンデキャッパー、別に、ハンデキャッパーがこの斤量だって言えば、それがルールだから別にいいんだけど、なんかうん。差をつけたがってんじゃねえかって気がしょうがないな。ああ、なるほど。俺がちょうどさ、札幌に、函館に来た時に、そっち、東京のダートの専用の準オープンがあって、1キロ差で、加藤由紀のところが、大竹のところを破ったっていうのが、ダートの専用であったんだけど、1キロ軽くてね、同はい。じようなローテーションで来て、戦歴も同じように、ほぼ似たり寄ったりで来てるのに、キャリアも。ということで、それをなぜかって言ったら、この函館記念で、まあ、重賞勝ってる馬が一応、8っていうところで男馬の、まあ、4歳、3歳馬は出てないんでね、男馬の4歳以上で8っていうところを天井にして、まあ、それから順々につけていくんだけれど、唯一その重賞勝ってて6っていうのがファーストラーゼンね。ファウスはい。トラーゼン。エコロトゥネスあたりが、まあ、重賞勝ってないのに7と。うん。で、うん。あと、やっぱりフィーリウスが56。
はい。これはオープンとか重賞、全然、実績ないのに、ピースディックとかよりも、ピースディックは55。はい。で、ほぼフィーリウスと関西馬のイガッチっていうのが同じような感じで来てるのに、イガッチの方が55。うん。うん。結構ね、なんだっていう風にケチをつけるわけじゃねえけど、なんかやたらその差をつけたがってるなっていうのが見られるんだけどね。ちょっといろんな人間に聞いてたら、これとこの差、なんだって聞いてもみんな、いやーっていう風に、うん、これ、で思ってんだけど。うん。昔、ちょっと柳川さんがちょっとハンディキャッパーの方に聞いてた時も体調面とかそういうこともなんか、昔あるんですか？はね、うん。多少その調教を見てから、水曜日に見て、水曜日の午後出したっていう、午後ハンデを出してたんで、それはやっぱり人間だから、ハンデキャッパーの人たちも、やっぱりいくばくか、それを上乗せするっていうか、プラスアルファにするケースもあったんじゃないかなと思う。まあ、これはまあ、あくまでも、他の調教師なんかの推測だけど、俺の馬はいや昔から重たいよなとか、こういう名前、冠がついた馬はやっぱり重たいよなっていうふうに捉えられてたっていう節もあるし、まあ人間が重量を決めるんだから、まあこと細かにそこまで調べ上げられるっていうこと、まあ戦歴だけでやるしかないからね。別にケチをつけてるわけじゃない。別に正解っていうわけじゃないけど、この馬はこうですよっていうのは、もう JRA のハンディキャッパーが決めて、あとはあなた方がそれで馬券買えば、馬券とか予想とかやればいいんじゃないですかっていうことであって、何も正しいとか正しくないとかっていうのはちょっと別の次元になっちゃってるなって気がする。まあ、これはまあ、ここまででいいや。だから土曜日の青函も、千里のオープン特別もそんな気がするんだよ。うん。唯一の三歳馬のブラックチャリスっていうのが、今、牝馬で重賞勝ってるんだけど、まあ、53っていう軽量、軽い、うん。斤量。これはしょうがないんだけどね、三歳牝馬ってことを考えると、男馬の小馬に匹敵すると、男馬の小馬と比べると4キロ差が出てくるっていううん。感じの53。男馬の小馬だったら57っていう感じで取ってるんだと思うんだけれど、だからなんだったらですね。まあ、そういうところも全部ひっくるめての予想というふうになりました。はい。函館記念は、うん。ちなみに大体予想は固まってるんですか？そうだね。まあ、大体本命候補は3頭ぐらいいてんで、大体、その中で、どうしようかなと思って、先ほど、サイコロ転がしたらこの番号出たんでっていうところで、それにしようかなっていう気がしてんだけど。うん。うん。なんか、一頭ずつまたちょっと一うん。言ずつ大丈夫ですか？いいよ。うん。じゃあ、あいうえお順で、じゃあ、うん。まず、新たから、うん、元気だ。もうこれはもう、そのなんかを見ほどに毎回見てっから元気で、オチがないもんな。出来落ちとか。そういうそうですね。うん。不思議だよな。もうここまでずっと走り抜いてきて、まあ、調教とかそういう見る限りは、元気いっぱいだよ。まあ、徐々には体力とか衰えてるのははっきりしてるだろうけど、まあ、たまにそこそこのいい競馬することあるしね。全然ダメとは言わないけど、やっぱり58だもんな。っていうのはやっぱり引っかかるから、どうしても印はつけらんないわ。うん。うん。はい、じゃあ、イガッチ。イガッチは非常に素晴らしい。先週、今週と文句なしだね。体調はもう100点に近いと思う。体の張りもいいし、毛艶もいいしな。不満はないわ。55っていうのは、他とちょっと、重賞オープン馬じゃない組に比べると、まあオープンに入ったんだけど、そういう条件上がりの馬に比べると、この55っていうのは、なんかラッキーだっていうような気がするけどね。去年北海道で短いところで最初勝てると思ったらダメで、まあ1008に切り替えたら、相手関係もあったけど、まあ楽勝したしな。まあ、なんで小倉とかで成績出ないのかなって。非常に器用な馬なんでね、小回りうまいはずな、うまいよ。調教の、狭いチップコースの走り見てると、
大体チップコースって函館の場合、外回るっていうのは結構厳しいんだよ。はいコーナーリングと、勢いつけられないから。で、ゴール前もいっぱいに追うってことは、全体にね、なかなか厳しいんだよ。いっぱいに追ったら、最初のゴール過ぎてのコーナーでうまく止められることできないんでね。なかなか外を回してくる馬っていうのは、残り一ハロンぐらいから追うから、なんて言うんだろう、そんなに速い時計が出ないんだけどね。内側通ってくる馬はそうでもないんだけど、まあ、イガッチの場合、大外と大外と2週連続終えてるしね。見た感じは非常にいいけど。まあ、函館もまあ当然勝ってますし、まあ、小回りですと福島で結構強い勝ち方とかもしてるので、まあ、この辺は全く心配ないと思いますよ。で、まあ、体調もよく、非常にいいよ。55もいいし。だから、本命候補の一頭ではあった。一頭ではあったって一頭ではある。一頭である。うん。はい、じゃあ続きまして、エコロディノス。まあ、これは、あれなんだろう、なんか、喉うんぬんかんぬんっていう話がずっと出てるんだけど、で、日曜日、調教でした人間、俺出なかったんだけど、ちょっと、息遣いがうんぬんっていう話が出てて、っていう話が出てたんだけど、で、昨日の追い切りでは全くそういうところは全然なかったんで、結構わかるんでね。それは心配ないかなっていうところで、体調そのものは良さげには見えるけれど、多分いいと思う、体調自体は。まあ、そこまでね、俺は初めて調教をずっと先週、この馬見てきて、そんなに今のところは気にしてないっていうのが本音。以上。まあ、続きまして、じゃあ、おにゃんこポン。おにゃんこ今週やんなかったんだよ。まあ、なんでやんねえか聞いてねえけど、まあまあ変わんねえんじゃねえの。まあ、こっちでもね、全然最後の時計出さないで、なんか15、15だけ走ってるぐらい。そう。それで函館入りしてるんですよね。まあ、何か悪かったら、小島茂ちゃんのとこで、だから、使うってことはないから、そういうふうな何かしてんだろうな。意図的になんかやってそうですよね。そうそうそう。結果が出ねえから、ちょっと変わったことやってんじゃない？はい、じゃあ、敬愛セナ。敬愛は去年は本当に良かったけど、今年はやっぱり年取ったなって、若干ね、勢いがないなっていうのが、見た感じの、俺の感触。少し太いかな。去年100点だとすると、まあ、80点ぐらいかなっていう気がするな。まあ、豊かマジック、うんぬんかんぬんってあるかもしらんけど、あんまり今回に関しては、馬券買う気は起きない。はい、じゃあ続きまして、ケリー・フレット・アスク。これは体調非常によく映る。体つきがもういいもんな。牝馬だけど、ちょっと筋肉がはっきり見えるぐらいに、そういう体質なのかな。非常にいいな。フォームもいいし、ちょっとくすぶってる理由がわからない。もうひょっとしたらもう全然もう能力が足んなかったのか。これ、まあ重賞は、シオンステークスで、まあなんちゃって勝利みたいな逃げっ切りみたいにしちゃっただけで、ひょっとしたらもともとそのくらいな馬なのか、それともここまで何かあって今回は違うのか、非常にいいよ。だから変わらない、これで、結果は成績が着順は別として、いい走りができなかったら見限れるなとは思ってんだけど、非常に馬いいんでね、雰囲気もいいし、馬の形もいいしな、フォームもいいし、走れておかしくないなって気はする。はい、100的にやっぱシオンステークスは逃げて、その後もいけないのか、いかないのかだけど、多分いかないな。いかないですかね。いかないと思う。いけないのかもしれないし、もうなかなかそういう競馬になっちゃってんじゃないかな。行かなくてもいいと思うよ。まあ、後方からという。まあ、函館ですと、やっぱ後方からだとちょっと厳しいのかなと思うんですけど。厳しいケースと、もう、今回の場合は意外と厳しくないかもしれないし、1、2週目でも、
行った馬、まあ、行ったっきりっていうか、行った馬の強さと差しで結構決まってるから、外差しで間に合ってるんだよな。だからここも、なんか展開もちょっとわかんないけど、スローってことは多分ないんだよ、いつも。で、函館的なあたり、差しが決まるんだよな。去年が、そうですね、でしたね。今日、差し決着でしたね。そう、決まるんだよ。みんなやっぱり馬場もいいし、前が強いっていうこと、ジョッキーも知ってるから。で、結構、徹底選考っていうのがいなくても、前目が結構多そうなんで、意外と、これは平均より早くなりそうなんでね。うん。直線勝負って競馬に、直線勝負ってなんて、直線だけの用意ドンっていう形にはならないから、まあ、そういうところでね、このケリーフレット、アスク、これは追い込みで大穴はありかなとは見てる。うん。はい。サンストックトン。体調はね、決して悪くない。伸びしろはどうかなっていうところがあるんでね。まあまどんなもんなのか。うん。まあ、具合函館、がいいよ。そうですね。函館も何度も走ってますし、そうそう、もう慣れてるしな。うん。まあ、体調心配ないわ。あとは、どさくさ紛れで突っ込んでくるかどうかって、そのところの馬だしな。まあ、こういう、まあ、常に警戒しなくちゃいけねえのか、馬券の下っぺたに抑えなくちゃいけないのかは、まあ、それぞれだけど、全然ダメだとは言わない。うん。まあ、そういう馬ばっかりだ。うん。はい。じゃあ続きまして、ジュタ。うん。ジュタはどうでしょうか。ジュタはね、思った通りっていうか、この馬は俺はもう本当に昔から買ってるんだけど、まだやっぱり大したゆるさっていうか芯が入ってこないっていうのは思ってた通りなんだけど、実は本当にパンとすれば重賞を取るのは全然難しくないんだけどな。まあ、順調に来てる。全然悪くない。今現在で何かが不満って、まあそういう肉体的な進化、成長っていうのはまだ不満だけど、もうこれはもう前走とかもおそらく同じだったと思う。ただ、こっちに来て非常にいいしな、これも。ただ、この辺が56っていうのがどうなのかっていうのは、非常に納得いかないことは納得いかないな。56キロ。なるほど、56キロ。しうん。て、函館の舞台とかは合いそうな感じですか。まあ、どうだろうな。まあな、うん、どこでもどんな競馬もできることはできるけど、パンとしてないから上がりがかかった方がいいことはいい。多分。まあ、上がりかかるんじゃないかこの競馬だけど、函館記念って。さっき言ったように、用意どんの競馬にはならないと思うもん。体力消耗戦になるんじゃねえかなと思って。勝手に思ってる。うん、レベル規定驚かないか。素材はしっかりしてると思う。けど、まだだな、秋。来年とかな、本当に良くなるのはね、良くなるのがちょっと時間かかってる。まあ、長い間休んでたからな。そうですね。まあ、11ヶ月休んでるんで、うん。あれがあるのかなと思いますけど、うん。まあ、素材はでもう出しん。まあ、てるんですね。非常に順調に来てるよ。うん。はい。続きまして、タックネイト。チャックネイト今日軽く流してきたけど、雰囲気悪くない。全然心配な状態ではない。まあ、あとは、もうね、これもいい年になってるし、どうなんだろう、堀井厩舎な。先週の菱なんとかって一番人気あって見ててね、やっぱ、妙から一週間前入ってきてるんだけど、細いなーっていう気がしてたんだけど、やっぱマイナス十何キロ。今週、未勝利で、エリカなんとかって2-2と来て、当然もう一本かぶりになるようなダートの1007、まあ222来てもあれだけど、やっぱ見た感じは、ちょっと体細いなっていう気がしてしょうがないんだけどな、軽く稽古を軽めにフィニッシュさせてるけど、まあ、なんだろうな。ちょっと気になってる。全体にそんな気がしてたから。まあ、チャックネイト、まあ、至って順調だよ。まあ、この辺はもうコバでしょっちゅうこんなことやってて、先週まで見本でびっしりやってたんだから、まあ、これ、体調面に関してはほぼ心配なく来られたんじゃないかな。
はい、うんわかりました。じゃあ続きまして、デビッド・バローズ。まあ、デビッドは、もう立冬でびっしり仕上げたんだろう、先週まで。今週持ってきて、先週の後半持ってきて、今週は芝生足慣らしだ。散歩したようなもんで、引き上げて、まあ、特に悪くもないし、まあ、体調安定してんじゃないかなとしか言いようがないな。うん。まあ、58キロで、まあ、みんながちょっともたついてるようなところだったら、権利だろうけどね。うん。まあ、どんな競馬も立ち位置、立ち回りできるし、速い時計も走れるし、結構タフな馬場もこなせる形だなとは思ってんだけどな。悪くないよ、全然。まあ、上位じゃないの。まあ、チャンスはあるかなというチャン感じ。スはあるでしょう。うん。はい、じゃあ続きまして、バルナバ。バルナバは馬いいな。走ってもおかしくねえなという、全然わかんなかった馬なんだけど、ちょっと気にはなってる。結構成長力あるんじゃねえかな。仕上がりもいいしな。まあ日東でバリバリ乗ってから函館入りっていう感じ、まあ、パターンですけど、うん。は良かったですかね。よかった。馬いいわ。これは必ず確実に高仕上がりっていうか、狙い澄ませたうまく仕上げられた一頭じゃないかなと思ってる。能力的には足りてもおかしくない。ね、重賞は勝てるレベルにあるとは思える。馬見てて。うん。多分、奥手って言い方おかしいけど、多分、昔、まだやっぱり非力だったんじゃないかなっていう気がするけどな。随分良くなってきたんじゃない？イメージは強くなるなってイメージはある。まあ、このあたり55キロっていうハンデは、ね、まあ、大体この世の成績の方が55、56っていうところで収まってんだけど、まあそもそも論55と56で差があるのかどうかっても実はわかんねえしな。誰もな、馬もわかんねえし、俺らもわかんねえんだよ、実は。1キロの差がうんぬんかんぬんって俺ごたく言ってるけど、本当のところ、それが勝敗を分けるのかどうかってもわかんねえし。でも気分の問題はあるよな。なんでこれとこれこっちが軽いんだろうって。差をつけたがるんだよな。一緒でいいじゃんと思った。ハンデ戦いらねえやと思っちゃうんだけど、続く。まあそういうところで、バルナバ、まあまあ、権利がある馬の一頭だなっていう気はした。うん、はい、わかりました。じゃあ続きまして、ピースワンデュック。ピースワン、これは函館、置いてきて、いい感じではいるけれども、見本とずっと同じだ。いわゆる何も変わんない。レベル高く安定して体調来てるけど、進歩もないしな。まあ、そういうところで、勝つとなると、結構、骨が折れる。まあ、55だからな、これ。まあ、だからファーストラ、フィーリーストなんかよりも軽いんだからね。まあまあ、まあ、そうやって、主観持って、ハンディキャッパーもそうやって持ってるのかもわかんないな。まあ、そこそこオープンでも、リフテッドでも、重賞でも、金牌でも5とか走ってるし、リステッドだって掲示板乗ってるし、それが5だから、まあ、恵まれたのかどうかは置いといて、勝負になってもいいけれど、見てて、その何か変わってきたなとかっていう感じは全く受けないんだよな。今までと同じ。それで来ると思う人は馬券買えばいいっていうところか。55は、まあ若干良かったかなっていうところはあるね。まあそんな感じだな。はい、じゃあ続きまして、ファーストラーゼン。ラーゼは56はさっき言った重賞勝ってんのに、しかも弥生賞という格のある重賞なのに唯一56、その後がひどいからっていうことなんだけどね。そうですよね。やっぱりそこしかないですよね。そうすると、2桁着順が続いてますっていうことですよね。うん。すごくいいよ。いいですか。うん。あるんじゃねえか。今回は。まあ、菅井先生とかと話とかはしてるんですか？うん。しょっちゅう毎日で電話で話してるよ。そうですか。うん。ノーコメント。わかりました。相当いいよ。
まあ、稽古でみんなその長距離 V とか見てて、マジックサンズと合わせてて、こっちがも上にいます。これはもう、ほらミクと軽すぎるから、ミクが。だから、ミクは稽古に乗る馬は全部動くんだよ。もう当然ね、数なんかと比べると、やっぱり4キロ、5キロ、まあ5キロはないけど、3、4キロぐらい軽いから、長距離なんかだったらもう全然それで違っちゃうから。で、これ以外にもミク長距離っていうのは、ミクの馬は、やっぱり動くんだよ、稽古は。もう軽いから、いつも、60キロ近い、人間が乗って稽古やってる馬が、ミクが乗ると50ねえような、あれで動くんだから、全然馬とそれは楽に動けるから。だからその辺もあったんだけど、やっぱ、ファーストラーゼンってさ、ここ2、3回ぐらい前から長距離バリバリ動くようになってじゃん。はい。これは。それが、やっぱ競馬で行けなかったのは、これはまあいろんな理由があるんだろうけど、やっぱり馬と歯車がどっかで狂って、うまく、あの、なんつうんだこんな大味な大味な馬だったから、そこまでがね。はい。だから、乗るジョッキーが、そういう風な感覚を持って乗っかっちゃってるんじゃないかっていうところで、まあ、研究してきてもうこれしばらくなるけど、作り直したって言い方はおかしいけど、ようやく自分の形の理想になってきたっていうのが調教師の判断だった。馬としてね。まあ、この馬も、まあ、ミクジョッキーならば、当然、早めの。いやいや、だって遅いもん。逃げたことは前あったけど、あれは早くなくて、ブリブリ行っちゃっただけで、小回りコース用に乗るよ。っていうか、そういう小回りコース用に乗らす。函館、札幌って、毎年都外厩舎リーディング取るとか、そんなレベルじゃん。はい。まあ、コース形態、函館、札幌ちょっと違いすぎるんだけど、函館コースはこういう風な乗り方っていうのを、まあ、ここでこうした方がいいっていうのが分かってるから、まあまあ、その辺は、指示して、あとはまあ流れとか、ジョッキーの判断とか、そういうところに委ねるしかないけど、委ねるんだけれど、見た感じ非常に調子良さそうだもんな。そうですね。V からもかなり具合が良な感じは取れるんですよ。その前も、立東の長距だけ見てる、長距 V 見てると非常に良かったから、まあな、長距大賞ってわけじゃねえけど、騙されっぽい、長距班騙されやすい馬ではあるなっていうところはあるけど、まあ、これ結果が、着順別個としていい走りができなかったら結構厳しいかもわかんないね、今後も。なるほど。っていう気がする。うん、56はな、いや、なんだんだろうと思っちゃったけど、はい。うん。まあいいよ。はい。まあ俺も本命の最有力候補であることは間違いない。はい、わかりました。じゃあ続きまして、フィーリウス。大好きな馬なんだけど、良くなったな、この北さんは。本当に。こっち持ってきてもいいわ。追い切りで、そこまで速い時計じゃないんだけど、ちゃんとグッと来るもんな。動かしたら。ゆるさがなくなってきたんじゃねえか。いいよ、充実ヒットだよ。これ56っていうのは、その主観の問題でな。まあ、ジュタがこれに2、3回前に負けてるけど、2、3走前に負けてるけど、フィリウスに、まあ、同金で、この辺の2頭っていうのは56っていうことは、競馬界のハンデキャッパーが強いと思っちゃったんじゃねえか。なるほど。まあ、これも、そう、条件上がりなんだから。やっぱ連勝してきてるっていう、そういう内容も評価されてるのかなとは思いますけど。イガッチだってレコードで勝って、ほぼ連勝と同じようなもんで55だぞ。そうですね。この1キロの差っていうのは、なかなか説明されたとしても、納得はいきづらいけどな。そうですね。まあ、いい悪いは別個だからな。もうこういうルールでハンデをこういうふうに決めましただから、あとあんた方考えてくださいだからね。一般のファンはそれで考えてください。
うちらはこういう金量をこの馬に乗せますっていうのが JRA の考えで、何も別に計算してこういう金量をつけたわけではないとは思う。理屈はわかんない。非常にいいと思う。チャンスありだと思うね。チャンスありです。これもだから有料校の一途であった。で有料校の一途であったけど、どうしても納得いかねえで、イガッチの55に対してこれが56。T サンディックよりも重たいとかね。ファーストラーゼンと同金とか、なかなか、失礼だろうなんてギャッてもして、なかなかこれで、目一歩引こうかなと思ってる。はい、そんな感じ。はい、じゃあ最後にマジックサンズお願いします。マジックサンズは、まあ、イメージとしてはここずっと同じだと思う。肌つやいいし、馬なりでスパって調教やるタイプじゃなかったからな、前、去年、北海道デビューの時も、意外と渋くて追ってっていうタイプだったから、その通りで来てるし、まあ体つきもいいしね、もう復活は戻ったことは戻ったね、ここの数回の競馬で見てるとね、一歩手でも届かないけど、まあいい競馬してきてるから、まあ、当然函館競馬でチャンスがあるんじゃない？まあ、本当になんか、状態のとともに成績もまた戻ってきた感じですね。あんまり、多分ここ数戦の間でぐっと上がってきたって感触はないけどね。まあ、普通に悪くなくて、そんな感じ受けるから、だってうまい具合に函館記念使えるんじゃない順調に。いい形で。まあまあ、真ん中より前で競馬ができそうだしな。というところで、なんか結論言わないとダメみたいだけど、まあ、イガッチか、ファストラーゼンか。っていうところがかなりちょっと個人的には気になってる。で、あとはまあみんなが思ってるデビットとかフィリウス、マジックさん。だけど、ぜひケリー・フレッド・アスクっていうのだけは、ちょっと馬券には絡めようかなって気がしてる。入れようかなと。大穴だったらこの辺かなっていう気がしてしょうがない。まあ、この馬多分人気は全くないと思うので。回んないよ。それはもう、たくさんいて。気になってる。馬見てて、いいなと思って。また、前からそうだったら、見てないから何とも言えないけど、非常に良さげなんでね。まあ、あと予想の方、最終結論は、まあ、この後、まあ、新聞ですとか、コンビニプリントでチェックしていただければと思います。いいよ。チェックしなくていいよ。そこまでだよ。読者の皆さん、そこまでじゃなくて、予想の方は。馬券で、予想やってて馬券で外れるんだから、お金出して新聞買うことねえよ。新聞もコンビニプリントもよろしくお願いいたします。週末は柳チャンネル。競馬予想は馬三郎。青函ステークスだって、これハンデで笑っちゃう。ブラックチャールズ3台、唯一3台馬で53だからね。あれいいよ。ルージュラナキナ。相当いい。ルージュラナキナですか？相当いい。アメリカンステージも俺初めて見たけど、いいな。いい馬ですか？いい馬。ちょっとやっぱり、洋芝、時計かかる芝だったらいいけど、ちょっとやっぱ砂寄りは砂寄りだ。あと、結構面白いよ。サウザンサニーもよくなってたしな。ジョーメドバンも本当にいいんだけど、57じゃ手が出ねえな。っぽいのたくさんいるよ。ティニア。結構雑誌なんかで印ついてる、俺の感じがして、ナムラ・クララとか、ロード、フォワーダなんたらっていうのはちょっとね、というところがあったんでね、息遣いとか、いろんなところで、それでちょっとその辺のところは、ちょっと印ぶった切っちゃおうかなと思ったけど、ティニア、ブラック、ルージュ、アメリカはどうだろうな。クファシルもよかった。サウザンサニーも見本の時よりもいいな。本当ですか。見本の時も経過よく動いてよく動くけど、全然いいな、雰囲気は。うまく調整したな。早めにここ持ってくるって言ってたから、うまいことやったんじゃねえか。じゃあサウザンサニーもちょっといっぺん
をちょっと期待してます。非常にいい精神状態で競馬行けるよ。どこだな。ちょっとそうですね、これも波乱がありそうな感じのメンバーでも。判定戦だもん。はい。他なんかいますかね、函館。2歳馬とかどうですか？新馬は2クラ1002があって、両方足して12、4、5、7頭8頭ずつの競馬になるけど、面白いのいないわ。面白いのいないわってあれだけど、どうだろうな。まあ、両方とも1002だから、まあ、想定とはちょっと違ってガラガラポンで半々ぐらいの頭数になると思うんだけど。なんか、これとして、例えば大物がいるとか、そういう感じはないですかね。そうしますと。ない。最初だけ頑張れるかなっていうところは、もうなんとかいるけど、先々うんぬんかんぬんっていう感触はあんまりないな。まあ、共に他はもう共に馬券的にはもう、いや、馬券的って俺個人的にはもう1レースからスタンバイするから、1レースから、はい。いや、いつも土日の1レースだけはちょっと真面目にやってんだけどよ。1レースだけ、真面目です。土曜日は、最終は、なんか死んだけど取っていくからいいや。そう。この東京のタジマッチの新馬取って6000いくらついたやつ。本当だ。まあ、それはいいや。あれは結構、と思った。土曜日、岩田康成、日曜日のが佐々木か。1レース。ちょっとここだけ日曜日が、佐々木。土曜日が岩田康成。了解です。わかりました。まあでも函館記念と、まあ、青函ステークス、あと未勝利ですね。このあたり。まあ、未勝利は自分で買うんだけど、もう土曜日、1レースに景気つけないとよ。1レースにパッと行かせないと。負けて寝っ転がってるよ、選手も。まあ1レース取った後、ずっともう早く終われって待ってるか、それとも。いや、先週、2週間結構派手にやってるんだよ。あれ、日曜日ですか、パドック日曜日でしたっけ、先週。土曜日。土曜日でしたね。なんか、よく当たってただとイメージだった。当たってねえよ。あれ全然当たってないよ。当たるわけねえじゃん。なんかいいところ当たってるなっていうふうに思ってたんですけど。いや、錯覚だよ。錯覚。当たんないよ。いや、まあ全然、すごく聞いてて、なんかやっぱ聞いてて、と思って、僕も一緒になって参加しちゃうような感じだったんですけど。俺参加しなかったよ、自分で言ってるです。いや、なんか人気薄のやつ上げて。そっか。はい、また間違えて言ってんじゃねえか。いや、ちゃんと言ってました。真面目に喋ってました。はい。よく覚えてねえんだよ。俺短波賞3台の重賞だからちょっと気になって調べてたけど、やっぱりね、57キロの馬だけがやっぱり一歩リードだったんだけど、いなくなっちゃったからさ、サウンドがやめちゃったろ。くださいね。でね、はい。やっぱり、佐野のグレーターっていうのはいい。これは、正直ね、このメンバー全体をやっぱもう一回見てもね、そこまでのあれではないんだけどな。で、俺は、実はそのディールメーカーっていうのが相当気になってたんだけど、はい。56っていうのと、マイルだったら、本当にね、そのこと言ってもしょうがないけど、ただ、器用で福島は絶対合うんだよ。それで1008こなしてくれればなーっていうところがあったんだけどな。ジーネキングはどんどん良くなってくるはずだよ。ディールメーカーは、ちょっと馬券を変えたかったんだけど、56っていうので、ちょっと引き気味ではあることはある。なんで56なんだろう。で、これも言ってもしょうがない。そんなところだね。以上だな、今日は。はい。一応じゃしばらくやんねえよ。1レースが当たれば来週考えるよ。わかりました。じゃあ、1レースにちょっとじゃあ、全力に応援して、また来週も顔を合わせられるように。ということで、皆さん頑張ってください。はい。天気良くなっていいや、しのぎやすくて、函館は。何かおいしいものは食べてますか？おいしいもの？はい。
昨日、おととい、ウニの村上、ウニだけでもウニ丼ランチ行って15,000円ぐらい一人かかったよ。ウニ丼のランチ。それで残してんだから俺も嫌になっちゃうな。その前、こっちで言うからみんなが結構行く高い寿司屋に、馬主に連れて行かれたんだけど、やっぱウニがやっぱ良くないって今年は解禁になったんだけど、確かになんか餌となる昆布が生育が悪くて、連れてウニもあんまり良くねえんだなんて言ってたから、確かにそんな気がしたけど。そういう流れなんですね。まあ、それがうまいかどうかってのは、俺は味音痴だからうまいもんねえんだ。牛丼の牛抜き、卵かけて食ってりゃ一番うまいよ。皆さん昔からそう卵かけご飯好きでしたよね。だから俺こっちで日曜日はもう競馬終わったらいつもすき家に行って卵と納豆ライス。なるほど。1週間のごちそう。そうですね。だってすき家にちょっとすき家でもしかしたらファンの人と会っちゃったらちょっとあれですね、声かけづらいですね。柳さん肉なし食べてるよっていう風になっちゃいますもんね。そう。いや貧乏だからしょうがねえっていう負けてりゃこういうもんだよ。それが一番いいよ。函館飯食うとかそんなないよ。個人的には。まあどこ行っても食わねえから俺別に。あんま興味ねえもん食うことね。会話だから俺からすりゃ飯は。馬だって文句なんか同じものばっかり食ってんだからよ。そうですよね。まあでも文句も言いたい時あるかもしれないです。飯じゃなくて、ご飯じゃない。会話、俺は。会話。全然興味ない。わかりました。じゃあ、そんなとこだ。はい。じゃあまた来週もお願いします。来週はもういいだろう。やることねえもん。そんなとこでした。はい。お疲れ様でした。はいよ。はい。じゃあ切るぞ。切ればいいのか。どうすんだ。どうやって切ってください。なんか電話マークみたいなの押してるから多分切れると思う。なんか切れませんか？何をせい？あれ、スマホここか。あった。これだ。今週もご視聴いただきありがとうございました。私は今どこにいるでしょう？後ろに山が見えています。なんと、じゃじゃーん。見えますかね？私は今立東トレセンに来ています。いや、本当に雰囲気が全然違くてですね、日本は本当調教スタンドが広くて開けているイメージだったんですけども、立東はもう少しこじんまりとしているんですが、後ろに山が見えたり本当に綺麗で気持ちのいいスタンドでした。取材方法とかも全然違うくて、たくさん勉強させていただきました。楽しかったです。柳永さんの競馬予想とコラムが読めるのは競馬新聞馬三郎です。合わせて全国のコンビニのマルチコピー機でご購入ができる馬三郎コンビニプリントもよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もお願いいたします。立東からお届けしました。